皆さん、こんにちは。寺島です。今回なんですけれども、TRPC の概要と TRPC を用いた Web アプリケーションの作成方法について解説していきます。まずは TRPC の概要について説明します。TRPC は TypeScript を用いてバックエンドとフロントエンドの開発ができる技術です。TRPC はバックエンドの API を開発するだけでフロントエンドで使える API クライアントを生成してくれるため、手動で毎回 API クライアントを作成する必要がなく、非常に高い生産性を発揮できます。また、TypeScript を知っている人であれば、比較的簡単に習得ができる技術となっていますので、その学習コストの低さも、メリットの一つになっています。その他にも、こんな感じで、型安全性とか、型が保管されるといったことであったりだとか、バンドルサイズが小さいとか、いろいろメリットがある技術っていう風になっていますね。で、今回の動画では TRPC を用いて簡単なサンプルアプリを作っていこうかなと思います。この動画を見ることによって TRPC の概要と実際に動作するアプリケーションを作成できますので、ぜひ最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは TRPC による Web アプリケーションを作成していこうかなと思います。で、今回は TRPC のアプリケーションのひな形を作成するにあたって CreateT3App という CLI を使っていきます。で、こちらなんですけれども、CreateT3App は Next.js をベースとして TRPC を用いた Web アプリケーションを作成するための CLI となっています。で、ここに書かれているような感じで、いろいろなライブラリがこの CreateT3App を使ってひな形を作成すると同梱されるようになっているんですけれども、Next.js がベースとなっていて、TypeScript も当然入っていて、TRPC も入れることができて、その他に OR マッパー兼、DB のマイグレーションツールとしてのプリズマであったりだとか、CSS フレームワークとしての Tailwind CSS であったりだとか、認証で使える NextAuthJS などが入ったりするんですけれども、これはどのライブラリを入れるかとかっていうのが決めることができますので、今回はCSS と認証に関しては特に不要なので、入れずに作成していこうかなと思います。で、そしたら早速進めていこうかなと思うんですけれども、これですね、npm create t3app at latest で進めていくんですけれども、今回は動画で撮影しているバージョン、最新のバージョンに固定して進めていこうかなっていうふうに思うので、npm create t3app at 7.13.1 を使っていこうかなと思います。で、ちなみに、現在自分は、SRC のフレームワークスの TRPC っていうディレクトリの中にいまして、使っているノードのバージョンは 18.15.0 です。そしたら早速始めていこうかなと思います。で、今エンターを押しました。で、そうですね、アプリケーションの名前なんですけれども、適当に TRPC ポストサンプルにしておこうと思います。今回作成するサンプルのアプリケーションでは、誰でも記事が投稿できる簡単なアプリケーションにしていこうかなっていうふうに思っています。で、使うのが TypeScript で、続いてどのパッケージを入れるかっていうことなんですけれども、今回は認証が不要で、プリズマが必要で、Tailwind CSS も不要で、TRPC は当然入れるので、この2つにしようかなと思います。で、続いて、Git で、初期化するかということで、ES で、npm インストールも実行しますかで、これも ES で、インポートエリアスをデフォルトの、チルダスラッシュにしておこうかなと思います。で、そうすると、インストールが始まるので、少し待とうかなっていうふうに思います。はい、インストールが完了しましたので、cd-trpc ポストサンプルで、こちらのディレクトリに移動しようかなと思います。で、そうしましたら、cd-trpc ポストサンプルで移動しました。で、これでコードコマンドで新しく作成した TRPC のプロジェクトを開いていこうと思います。で、そうしたら Next ステップ数に書かれているコマンドを打っていこうかなと思うんですけれども、npx Prisma DB プッシュをする前に DB のマイグレーションを終わらせておきたいので、こちらはまだ実行せずに置いておこうかなと思います。で、そしたら DB のセットアップをしていこうかなと思うんですけれども、まずはプリズマのスキーマ、プリズマを開いて、ここに新しくモデルを作成していきます。で、今回は記事を投稿するアプリケーションを作成したいので、モデルのポストとして、適当に何か書いていこうかなと思うんですけれども、これ今ちょっと保管されたのは、GitHub Copilot の、保管ですね。なので、ちょっとある程度使えるものを使っていこうかなと思うんですけれども、そうですね。こういった感じで記事の投稿するモデルを作っていきたいので、ID と、記事のタイトルと記事の本文としてのコンテントと、クレジットアットとアップデートアットですね。今回アップデートアットは使う予定はないんですけども、一応入れておこうかなと思います。そうしたらモデルが作成できましたので、この変更内容を、DB に反映していこうかなと思います。
そうしましたら、ターミナルを開きまして、APX プリズママイグレートデブ、ネームが、イニットとかにしておきますかね。で、これを実行すると、マイグレーションファイルが作成できたかなっていうふうに思います。で、この時点で npm run dev で開発サーバーを起動していこうと思います。で、そうするとローカルホスト3000番が走りますので、これを開いていくんですけれども、はい、こういった感じで create.t3 アップが表示されてますね。で、これがデフォルトの表示なんですけども、ここの Hello from TRPC っていうのが、TRPC の API を用いてデータを取得した結果になっています。そしたらこれの、バックエンド側の実装がどういう風になっているのかを確認していこうかなと思います。で、そうしましたら一旦ターミナルちょっと閉じておいて、SRC のサーバーの API を見ていこうかなと思います。で、これは、create.t3 アップが作成してくれたひな型なんですけれども、サーバー配下に API の実装が入ってるっていった感じですね。で、このルーターのエグザンプルっていうものを見ると、先ほどの、ハローなんちゃらっていうふうに書かれている API が確認できるかなと思います。で、この API について確認していくんですけれども、この create.trpc ルーターっていうもので、API のエンドポイントを作成していきまして、で、それが今回は Hello っていう名前のものと getAll っていうものがデフォルトであるっていった感じですね。で、こちらについてなんですけれども、このエンドポイントを作成する際には、create.trpc ルーターにオブジェクトでその値として Public Procedure っていうものがもともと用意されてますので、それをインポートして持ってきて、それにインプットとして API に渡す、引数みたいなものですね。そちらとクエリとして API の実装を書いていくといった感じになっています。で、今回はこの Hello っていうプロシージャーについては、インプットとして引数を取るようになっていますので、このインプットの内容っていうのが、Z オブジェクトということで、これは ZOT のスキーマになっています。で、ZOT っていうのは、バリデーションスキーマを作成するためのライブラリになっているんですけれども、TRPC ではドキュメントなどでも基本的にはデフォルトで ZOT が使われていますので、今回のアプリケーション作成でも ZOT を使っていこうかなと思います。で、この ZOT で、Z オブジェクトっていうことで、取るものがオブジェクトっていう形になっていて、それのテキストっていうプロパティを持つ値が Z ストリングということで、文字列であることが、ここで定義されているといった感じですね。で、このインプットの内容っていうのが、このクエリの関数で渡されている第一引数のオブジェクトのインプットに保管されるようになっていまして、ここはテキストっていうものを定義しているんで、このインプットもテキストっていう値が取れるようになっています。で、今回は、このエンドポイントでは、特に値の変更などがないんですけども、これから記事を投稿するアプリケーションを作成していく上では、プリズマで DB に変更を加えていくといった感じですね。で、このエグザンプルルーターなんですけれども、この root.ts というファイルから呼び出していまして、ここでこのルーターズの中に定義したそれぞれのルーティングをまとめている役割といった感じになってますね。で、今回はここに追加でポストのルーターも作成していきたいので、とりあえず post.ts っていうのを作って、example.ts をちょっとコピーしてきて、いろいろ実装していこうかなと思うんですけれども、まず名前が、そうですね、ポストルーターにちょっと変えておこうかなと思います。で、そうですね、とりあえずは、今回は記事を投稿するアプリケーションを作成したいので、記事をすべて取得するようなエンドポイントが必要になってくるかなと思います。で、これは、エグザンプルルーターにあるものと同じで、getAll っていう名前で追加しようかなと思うんですけども、続いて、記事を、追加するエンドポイントもいるかなと思うので、そちらに関しては、addPost みたいな名前にしておこうかなと思います。で、getAll なんですけれども、この CTX っていう中にエンドポイントで利用する、共通処理みたいなものを含めることができます。で、ここに関しては trpc.ts の中で、コンテキストの作成を行っているんですけれども、ここにプリズマを渡してるので、プリズマが共通処理として使えるといった感じになってますね。で、今回はプリズマのポストっていうものがもうすでにあるはずなので、ポストのファインドメニューで、全件取得を行うんですけれども、オーダーバイで、順番を、適当に created at desk で作成日時の後順にしておこうかなと思います。なので、新しく作成した記事が上に表示されるといった感じですね。はい。で、これで、getAll の、実装は完了したので、続いて addPost に進んでいくんですけども、記事のデータに関しては、プリズマのスキーマを見るとわかるかなと思うんですけども、タイトルとコンテントを取るようになってるので、まず、テキストって書いてあるところがタイトルで、もう一つコンテントとして、こちらも
文字列を取るので、Z ストリングっていう風に変えておこうかなと思います。で、そうするとこのインプットがタイトルとコンテントに変わりましたので、このインプットテキストは存在しないよっていうことで、型エラーになってますね。で、ここが今、クエリになってるんですけども、アドポストっていうのは変更を加える処理なので、クエリでなく、そういった時はミューテーションを使います。で、クエリに関しては、get をやる役割になっていて、ミューテーションは変更を加える処理なので、例えば、ポストとか、プットとか、デリートみたいな処理をやるときに、使うメソッドっていう感じですね。で、ここなんですけれども、記事データの、作成をしたいので、まず CTX を、インポートしておいて、CTX のプリズマのポストのクリエイトですね。で、クリエイトのデータが、必要になってくるのが、タイトルとコンテントで、それぞれ渡してあげると、この API のエンドポイントに渡された、タイトルとコンテントの情報をもとに、プリズマが、ポストを作成してくれるといった感じになってますね。これで、今回のアプリケーションで必要になるエンドポイントは作成終えましたので、ルート TS に戻りまして、ポストで、ポストルーターですね。ポストルーターということで、これを、ポストという名前でルーティングをまとめておこうかなと思います。で、このアップルーターっていうのがいろいろ型情報を保管してくれて、このアップルーターっていう型を、今回エクスポートしていて、この型情報っていうのがフロントエンド側でも、使えるといった感じになってますね。で、そうしたら新しくページを作成して、そこで記事の取得と更新というか追加をやるアプリケーションを作成していこうかなと思うんですけれども、Next.js では Pages 配下にルーティングを作成できるので、今回は posts.tsx っていうファイルを作成しようかなと思います。で、ある程度必要なものは適当にコピーしてきて、const、posts とかにして、next ページ型にしておいて、エクスポートデフォルトポスツとしておきます。で、適当になんか書いておきますかね。で、ちょっとこれとかは不要なので消しておくんですけれども、この状態でもう一回アプリケーションを確認しておきます。はい、ポスツっていうのが表示されていることが確認できましたね。で、続いて具体的な実装に進んでいこうかなと思うんですけれども、今回はまず記事データの取得をやりたいので、その処理を書いていこうかなと思います。記事データの取得なんですけれども、まず const、post get all query みたいな名前をつけて、それを API の post の get all のuse query ということで、こちらを呼び出していますが、この API っていうのが TRPC が自動で生成してくれた API のクライアントになってまして、で、こちらが React では、React Query が使えますので、それを呼び出しています。で、TRPC が自動で生成してくれているクライアントの一つに、React Query、現在では名前が TurnStack Query になっているかなと思うんですけれども、そちらがあるという感じで、ドキュメントの、React Query Integration というところを見ると、いろいろ見れるかなと思うんですけど、@TurnStack すら React Query のクライアントも自動で生成してくれているといった感じですね。で、これがデータの取得が Use Query で実行できますので、それを呼び出しているんですけども、この PostGetAllQuery っていうのがオブジェクトになっていて、で、これがいろいろプロパティを持っているんですよね。で、今回は簡単に Web アプリケーションを作成するということで、すべてのデータっていうのは使うわけではないんですけども、まず一つ例としてあるのが、PostGetAllQuery の、isLoading ですね。そのデータの取得中とかのローディングをしている最中っていうのは何も返さないっていう風にしておこうかなっていう風に思うので、今回はローディング中はヌルを返すようにしていこうと思います。で、続いて、適当にスタイルを整えるためにパディング、10ピクセルとか追加していこうと思うんですけれども、記事の一覧ですね。記事一覧とかっていう風にしておいて、で、ここに関しては実際に取得された記事をすべて表示していきたいので、それを書いていこうかなと思うんですけれども、これは、こうが正しいんですけど、PostGetAllQuery の中には、データっていうプロパティがあります。で、これは取得された記事の一覧のデータなんですけども、存在しない可能性も
あるため、ポストの配列もしくは undefined が返ってきます。で、undefined の可能性があるので、オプショナルチェーンでハテナドットで繋いでいて、記事がもし存在する場合は、マップでその記事をどんどん表示していくっていった流れになっています。で、これなんですけれども、いろいろ勝手にやってくれるので、便利ですね。こんな感じで、やっておくと、記事情報が表示されるんじゃないかなと思います。で、あとはそうですね、わかりやすいように、適当にポストの created at の ISO ストリングで作成された日付も表示しておこうかなと思います。で、この状態で、画面を確認しようかなと思うんですけれども、当然記事データが追加されてないので、何も表示されてないですね。で、これだと困るので、記事データを追加するんですけれども、プリズマを使っているので、npx プリズマスタジオコマンドを実行すると、ローカルホスト5555番が走って、記事データとかを作成することができるんですけれども、アドレコードで、そうですね、ID とか、タイトルとコンテンツとかにしておいて、セーブチェンジでサンプルデータが追加できたかなと思うので、この状態で確認すると、こういった感じで追加されていることが確認できますね。で、ちょっとこれは一旦表示にしておいて、見た目があまりにも貧相なので、もう少しちょっと装飾を加えようかなと思います。本当に適当なんですけれども、1ピクセルソリッドと、そうですね、パディング10ピクセルと、マージン、10ピクセルとか追加しておきますかね。ちょっと、これもかなり雑なんですけれども、枠ができて、一応これが一つのコンテンツであることが確認できたかなと思います。で、これで、記事情報の取得が確認できましたので、続いて記事情報の、追加もやっていこうかなと思います。で、記事情報の追加なんですけれども、記事を追加するフォームが必要になってくるかなと思うので、まずは、記事の追加みたいな感じで、フォームを適当に作っていこうかなと思うんですけれども、まずは、コンストタイトルとセットタイトルで、use state で、こんな感じで、ちょっとミスってますね。はい、こうですね。こんな感じで、同じように、コンテントとセットコンテントで、タイトルと本文情報を保持する状態っていうのを作成しておこうと思います。で、フォームに追加するのがインプットですね。で、インプットの内容が、これもちょっと保管してくれるので、勝手に書くんですけれども、インプットで、ここもそうですね。こんな感じでタイトルとコンテンツが書けるようにして、で、ボタンで、ここは、追加とかにしておきますかね。はい。で、これで一応フォームが作成できたんですけれども、このフォームの送信時の処理を追加しておかないといけないので、onSubmit として、handle submit っていう関数を用意しておこうと思います。で、これなんですけれども、この中に、いろいろ処理を書いていくんですが、まずはイベントはプリベントデフォルトしておいて、で、実際にデータを、追加していく処理なんですけども、こちらは、add post、ミューテーションなどとしておいて、API のポストの先ほど追加した add post の、use ミューテーションですね。で、こちらはReact クエリのデータを追加したり更新したりするため React のフックスになってまして、これのミューテートっていうメソッドを呼び出すと実際にデータの追加が行えるっていった感じですね。で、今回はタイトルとコンテントがあるはずなので、それらを渡していきます。で、一応補足なんですけれども、今回はサンプルのアプリケーションということで、バリデーションとか追加していないんですけれども、実際のアプリケーションではタイトルが1文字以上であるかどうかなどを確認する必要があるかなと思うので、そこら辺は注意していただければなと思います。で、add post mutation のミューテートを実行するんですけれども、これが実行された後には、フォームに書いてあるタイトルとかコンテンツっていうのは空にしておきたいので、こういった感じにしておこうかなと思います。で、実際に何かそうですね、1、2とか適当に追加して、リロードすると、こういった感じで追加されていることがわかるかなと思うんですけれども、
これだけだと、追加ボタンを押した後に、この画面にすぐに反映されないので、これだと使い勝手が悪いかなっていうふうに思うので、追加ボタンを押した時に、すぐにここに表示されるようにしておきたいかなと思います。で、そういった時は、このミューテートの第二引数で、処理が実行された後に、それが成功したり失敗したりした時に、呼び出すコールバック関数的なものが、設定できますので、それを使って実装していこうと思います。で、オンサクセスっていうものがありますので、これは成功時の処理ですね。で、オンサクセスなんですけれども、第一引数で、リザルトとして、返ってくるデータを取得できます。で、今回はポストが取得できるんで、こういった感じで、パラメータリザルトポストっていうのが推論されているのが確認できるかなと思います。で、これなんですけれども、このリザルトを追加してあげたいので、この PostGetAllQuery のデータを更新してあげたいかなと思います。で、そういった時は、Utils として API のUse Context っていう、TRPC が提供してくれているフックスが便利になってくるかなと思います。で、この Use Context なんですけれども、TRPC の Use Context を見ると、こういった感じで、React Query が提供してくれているクエリクライアントをラップしたものになっていまして、ここからいろいろデータの更新などが行えるっていう感じですね。で、これ実態はReact Query のクエリクライアントの別名みたいな感じではあるんですけれども、名前が完全に対応してるわけじゃなくて、例えば今回使うのは、セットデータっていうメソッドなんですけれども、セットデータだったら本当はセットクエリデータっていう名前なんですけれども、大体クエリとかっていう名前がないような感じになってます。なので、これとかだったら、キャンセルがキャンセルクエリだったりとかってするんですけども、厳密に一致してるわけではなくて、例えばエンシャーデータだったら、そのままなので、ちょっと、ここは注意する必要があるんですけれども、このドキュメントを見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、そうしたらちょっと戻りまして、この Utils には、それぞれ定義されているポストとか、エンドポイントが取得できますので、それのセットデータっていうことで、このセットデータを呼び出すと、この UseQuery でゲットしているものが更新できるといった感じですね。で、このセットデータの第一引数には、まず、インプットとして、元々のクエリで呼び出していたときに渡したインプット情報を渡してあげる必要があるんですけど、GetAll に関してはインプットがないので、そういった場合は Undefined を渡してあげると良いです。で、続いて、更新処理に使う関数なんですけども、関数の第一引数に渡されるのが、もともと入っていたデータですね。もともと取得されていたデータが入るので、それを今 old っていう名前にしています。で、この old なんですけれども、ちょっと保管が見えづらいんですけれども、これですね、パラメータ old、ポストの配列もしくは undefined っていう風になっていますので、このデータをリターンとして渡してあげるといいんですが、まず、リザルトで最初に渡されたポストを返してあげて、その上で、こんな感じで、オールドは基本的に存在しているはずではあるんですけども、もし存在してなかったら、空の配列を渡すといったいう風にしています。で、こうすることによって、更新処理が成功したときには、セットデータが呼び出されて、UseQuery の PostGetAllQuery のデータが更新されて、表示されるといった流れになっています。で、実際にやってみようかなと思うんですけれども、適当に、なんか追加してあげると、こういった感じで即座に変更が反映されるようになったかなと思います。はい、こういった感じでざっくり、TRPC を用いた Web アプリケーション開発の流れを説明していったんですけれども、これを見ると分かるような感じで、TRPC は、ほぼほぼその、バックエンドとフロントエンドの開発に関しては薄い実装が提供されているだけになってまして、実際の開発ではこういった感じで、React クエリを使ったりとか、このクエリの中のリズマンの実装などを書くのが、メインになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、もちろん新しく学ぶべき概念はあるかなっていうふうには思うんですけども、タイプスクリプトさえ書ける方であれば、ある程度とっつきやすい技術になっているんじゃないかなっていう印象ですね。というわけで、今回の動画は以上になります。今回作成した Web アプリケーションについては、コードを GitHub にプッシュして、リポジトリの URL を概要欄に載せておこうかなと思いますので、気になる方は、ぜひ確認してみてください。また、TRPC について、さらに詳しく知りたい方は、概要欄に私が以前出した TRPC の
入門書のリンクを載せておきますので、ぜひご確認していただけますと幸いです。また、私は Udemy で講師をしています。概要欄にお得に動画講座を購入できるクーポンを載せておきますので、こちらもぜひご確認ください。それでは今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。